はい、お疲れ様です。祝日なんだけど、もちろん働いてます。今日1時間早く来ました。普通に間違えました。1時間なんか起きて出発して、いつもより暗い感じがして、途中で気づいて、あれ早えな、1時間とコンビニでぼーっとしてました。寝たら起きれない気がして、で油だこっていうバンドを紹介したいんですけど、多分10分じゃ全部話せないっぽいんで、とりあえずざっと適当に話しますと、油だこっていうのは、1980年代に活躍した日本の、パンクバンドですね。今はなんか活動停止ですね。解散では多分ないんじゃないかな。で油だこがまず活躍してた時代っていうのが、まず完全に僕が生まれた年ぐらいに、1987年とかにはもうなんかバンドやってるんですけど、でパンクが好きになったのはもう完全に油だこの影響なんじゃないかなって思って、実はマキシマムザホルモンより先に油だこを知ってたんですけど、で知ったのがなんかネットで、今はもうなんかダウンロードとかうるさいじゃないですか、音楽とか。昔もうるさかったんですけど、結構なんかいろんな音源とか画像っていうのがもう拾いたい放題っていうか、なんかそういう著作権的なものが大してなくて、 YouTube とかもなかったと思うんですよね。 Twitter とかはもちろんないし、ここ最近ですからね、ああいうので。大体僕の20年ぐらい前の話になるんですけど、それでなんか掲示板でいろんな画像やら音楽やらを適当に、それ映画みたいなでっかいなんか重いやつとかではないんですけど、そのちっちゃい、なんていうんだ、ギガバイトいかない、メガバイトぐらい、本当に画像1枚とか音楽1曲分ぐらいのやつがなんかただで拾えるとこがあって、もう昔も今もあんま良くないんですけど、そこでダウンロードとかして聞いてたりしたんですね、その音楽とかで。そのダウンロードするまでそれなんだか分かんないみたいなので、ちょっと面白くて何曲か聴いてて、でその中で横隔膜節っていう結構有名なんですけど、油だこのアルバムの中には入ってない、なんかオムニバスに入ってる横隔膜節っていう曲を初めて聴いて、でそれが油だこの曲じゃなかったんですよ。なんかスケキヨっていうバンドだかアルバムの大月健二がその油だこをカバーしたバージョンの横隔膜節だったんですね。分かりにくいんですけど、その横隔膜節がとにかくかっこよくて、うわすげえなこれ、何なんだこいつらって言って調べたら、大月健二どうのこうのって出てきて、そっから油だこが出てきたんですねっていう流れだったんですね、知ったのは。でとにかく横隔膜節っていう曲が、でその後に油だこバージョンを聞いたんですけど、もうなんか化け物じみてるなっつうか、これそもそもパンクなのかみたいな。でなんかいろいろ調べたら、その過去のアルバムとかが結構出てて、それで横隔膜節が極東最前線だかのアルバムに入ってたのかな。で買って聞いて、なんか変則的なリズムで、なんか声もすごいけど歌もすごいみたいな、
そもそも歌なのかこれみたいな、なんか叫び声みたいな。でなんか不思議なバンドだなと思って、で次に買ったのが木版基盤。でもあれ本当はあれはなんか全部のタイトルが油だこだから、その好きな人たちがそのジャケットに合わせてその呼んでるだけで、実際は全部油だこの油だこなんですけど、その木版だか基盤、木版って言いますか、植物の木ですね。でまあその通り青い空夜に、木の写真がこう写ってるジャケットなんですけど、あれもなかなかかっこよくてですね。でそれでも昔の一番バリバリの頃の OK 版っていうか、一番最初の方のハードコアに限りなく近い本当にパンクって感じの時代の油だこはかっこいいんですけど、実際一番いい、個人的な感想ですけど一番好きなのは木版かもしれませんね。なんか好きなんですよね。あれ結構ふざけた曲多いんですけど、いつもなんか今日何曲か絶対ふざけてるんですよね。でも木版も結構ふざけたのがあって、他のアルバムもだいたい23曲ぐらいむちゃくちゃ激しくて何歌ってるか分かんないのが必ず入ってるんですけど、月のジャケットの月版だったらド宴会錦とか、あと亀版、動物の亀がジャケットの亀版だと徒歩機っていうなんかドードードーみたいななんか超ふざけたポップなんだろうか、ポップな感じのやつ。ポップって呼んだらもうだいぶポップなんだよな。パンクっていうか徒歩機っていうのがあって、あとなんだっけ500段階右折とかいう曲もあって、あれ何のアルバムだか忘れたけどすげえタイトル、あれも亀版だったかな、すげえタイトルつけるな。2段階右折っていうのが原付の信号のルールであるんですけど、500段階右折ってどうなっちゃうのみたいな、そもそもなんでそんなタイトルつけたのとかいろいろあるんですけど、でなんかそのヒロトモだっけ、ボーカルがかっこいいんですけど、髪型とかもめちゃめちゃかっこよくて、うわしてえなこの頭って思ったんですけど、みんなに反対されたんでとりあえずやめました。そのヒロトモが全部作ってると思うんですけど、大体あれがむちゃくちゃわけわかんないですよね。歌詞も意味わかんない、独特の曲のテンポっていうかで、あれが適当じゃないっていうのがすごいんですよね。あれをなんかライブとかだと普通にちゃんと再現するらしいんで、すげえなって思うんですけど、でなんか不思議なのがなんかその声とかその独特の音楽のリズムになんかこう飲まれてくっていうか、どんどん好きになってくるんですよね、あれ聞いてると。あれ不思議なんですけど、でなんか木版とかなぜかTSUTAYAとかで普通にレンタルしてたりして、すげえなって思ったんですけど、あれダーウィンの卵とか、あと S60 みたいなタイトルのやつあって、あれめちゃくちゃかっこいいんですけど、いやなんかそのヒロトモ本人がなんかインタビューだかなんかファンの人から話聞いた時だか忘れたんですけど、ヒロトモがその OK 版出す時かな、その最初のレコードを CD 化した時にその過去の音源もなんか収録して、それのタイトルが決まってないっていうか分かんない曲が何曲かあったらしくて、なんかそれをどうするかってなった時にすごい適当に、もうなんか別にもう自分でもあんま好きじゃないみたいなこと言ってたらしくて、なんかつまんない曲とかなんかそういうタイトルでいいんじゃないみたいなことを言ったとか言わないとかっていう話があって、面白いなっていうのがあったんですけど、やっぱり10分になりましたね。まあとりあえず油だこ第1回って感じで終わりです。